こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回はプラスの2番ドライバーをいくつか比較してみたいと思います。試すのはこちら。ACR 系のドライバーが4本と非 ACR 系が4本。これら8本の比較を行っていきます。こういった比較は初めての経験でして、今回はまず簡単な締め側をテストしていきます。歪みゲージ式のトルクアダプターをバイスに固定し、それにソケットを取り付け、ナットとプラスビスをセットします。各々ドライバーで締め方向に限界まで回し、かけることのできた最高トルクを記録していきます。試験者は2人、それぞれ1回ずつトライをします。試験の間、休息は十分に取り、疲労回復にはエナドリとビール。気持ち的には回復してますが、本当に回復したかは不明です。試験ごとにネジは新品としています。さて、やっていきましょう。まずはドイツからハゼットの810。非 ACR 系でネジとのはめ合いはいまいち。個体差だと思いたいのですが、うちのは本当にゆるゆるで、磁力なしではネジの保持ができないほどです。グリップは太めで握りやすい形状。力は入れやすいですね。癖なく使いやすいドライバーに思います。不満点はシャンクの錆びやすさと個人的にはこのデザイン。さて、最初の測定、これが基準の記録となっていきます。思った以上に回りました。8ニュートン手前。癖のないドライバーです。本当に癖がないです。最初のテストなので感想はこれしかありません。本当に使いやすいドライバーです。2番手は PB のクラシック。これはちょっと前にレビューをしまして、そこでも述べてはおりますが、パワー系のドライバーではございません。使い勝手が素晴らしい。そこまで固着のないネジ、普段使いに適したアイテム。不満はグリップの汚れやすさ。結果は5ニュートン、6ニュートンくらい。やはりパワー系の作業は苦手なようです。全然無理だ。グリップの形とシャンクが長すぎるのが容易に思います。普段の感覚通りな結果となりました。3番手はシグネットの ACR ドライバー。本家フィリップスの ACR 技術を採用した貫通タイプのドライバーです。グリップは四角いタイプ。角が手にかかりますのでパワーかけやすそうという印象。ボルスターもついて本格的。期待ができそうないでたちです。結果は7ニュートン程度。正直なところ思ったほどは回りませんでした。グリップが悪いということではなくチップの先端ですね。ネジを壊してしまいます。あるところまでは非常に良いフィールなのですが、前触れなく突然やばい、これはやばいってなりまして、その時にはすでに後に引けないというか時すでに遅しという感じ。二人とも同じような結果で、また感想も同じようなものでしたので、使い方の問題ではなさそうです。少し難しいドライバーだと感じました。続けて ACR 系。ベッセルのメガドラを試します。十字の外側と言えばよいのか、ここにギザが切ってあるタイプ。グリップは太めでエルゴっぽく、いかにも力が入りそうな印象。シャンクのナーリングがいいですね。入手性が素晴らしいというのも魅力。レビューを見てますと評価の高いドライバーなので期待は大きいです。結果は8ニュートン程度でした。結果も素晴らしいですが、フィーリングもとても良かったです。硬い、スティッフとでも表せばよいのか、芯があってネジの状態が細かく伝わってくる感じ。これ以上はダメというのがはっきりとしています。それ以上回そうとしてみたら案の定カムアウトしました。いいっすね。扱いやすく素晴らしいドライバーだと感じました。続いては PB からビットタイプのドライバー。ビットのドライバーってあまり良いイメージがなかったのですが、最近のはかっちりしてるんですね。遊びはしますが嫌な感じはありません。出張作業にはこれかなり良いんじゃないかと考え始めています。結果がこちら。グリップが少し細いタイプですから力がかからずという感想です。6.75 ニュートン。グリップの大きいサイズのラインナップがあったらこれは面白そうですね。今後の展開をぜひ期待したいです。続いては同じく PB から非 ACR の親分隔。
ボルスター付き、シャンクがゴチゴチに太いフラッグシップの登場です。とにかく PB では一番回せそうなアイテム。かなり期待しているドライバーです。結果は9ニュートン。今のところトップです。回りますね。グリップがぐにゃる印象もなく、力がネジにしっかりと伝わっている感じがします。先端も非常に良いフィール。カムアウトがせず、ネジへの攻撃性も感じません。ACR 系ですとどうしてもネジに負担かけている感じを受けましたが、これはないですね。ACR 系にはかなわないかと思ってましたが、もう少し力がある方ならまだ回ったのではないかと思います。さすがの PB だと感じました。さて、個人的にはド本命、ベラのダイヤモンドドライバー。私が工具に興味を持つきっかけとなったアイテムです。ドライバーの話になると必ず話題に上る製品ではないでしょうか。六角のしっかりとしたシャンクに握りやすいエルゴグリップ。ダイヤモンドがコートされた先端はネジに当てるとザラッとしていていかにも食いそうな感があり、困った時はベラというほど私は信頼しているドライバーです。結果がこちら。耐久性が悪いと言われるドライバーですから、使い古しと新品どちらも試しましたがあまり変わりませんでした。ただ古いものは普段使っている中で明らか性能が下がってきたなと感じておりますので、腑に落ちない結果ではあります。PB のフラッグシップよりも結果が下回った原因はグリップにあるのではと感じています。もう少し太いとパワー作業には向きそう。チップ先端はカムアウトせず、まだまだいけるぞという印象でした。評判通りの素晴らしいドライバーだと感じています。最終的な結果がこちら。PB のフラッグシップがトップ、時点にベラのダイヤモンドという結果となりました。こうして比べながら使ってみて、改めて PB ってすごいなと試験者2人で言い合っていました。私はベラ信者でしたので、ぶっちぎりでダイヤモンド1位だと思ってたんですけど、これはとても良い経験になりました。試験を終えてみて、結果は普段使いからの感想と一致するとは思いますが、今回の試験方法と実際の使用方法は少し異なるとも思っています。トルクをかけるのはどちらかといえば緩め側ですし、瞬間的にパンとパワーかける使い方をしますよね。また、体勢によっては押す力を最大までかけられないこともあります。先端の ACR がその時に生きてくる可能性も。そんな使い方をした場合にはまた違う結果になるかもしれないと感じています。何か違う方法で評価をしていきたいとは思っていますが、今のところ思いついてないです。難しいですね。さて、試験をしてみて、グリップってとても大事ということを感じています。先端の形状がどうであれ、グリップの形で回るかどうかはかなり左右されます。グリップが自分の手に合う、自分の使い方に合っているというのは、ドライバーを選ぶ上でとても大切なファクターに思います。これは合う合わないありますので、実際に触ってみないとわかんないですよね。どのドライバーも世間的にはいまいちであっても誰かの最高の道具になることも。可能であればぜひ実際に触ってみていただきたいと思います。最後に、試験者それぞれのお気に入りは、私はバランスのメガドラとグリップ最高な PB。友人は先端精度最高な PB と握りやすいハゼット810となりました。今回は8本の比較でしたが、今後数は増やしていきたいですね。ボルスター使った場合や T ハンドルの試験も検討しています。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya!